皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年3月16日に開催されましたロックはレディのたしなみでしての先行上映会&トークショーに行ってきましたので、その時の模様をレポートする短い動画となります。直後に PRS のシグネチャーモデルが届いたり、ビルボードライブがあったりとイベントが立て続けにありましたので、ちょっとアップが遅くなってしまいました。あとトークショーの内容などはすでに YouTube とかウェブ記事に上がっていまして、詳細はそちらを見ていただければと思いますので、この動画は主に会場の様子や感想的なことをつぶやきたいと思っております。一応各動画や記事は概要欄にリンクを貼っておきますので、まだ見れてない方はそちらをご覧いただければと思います。それでは順を追ってつぶやいていきますと、まず2025年3月5日に突然バンドメイドの公式 X アカウントから明日新たなお知らせがございましてのポストが投下されたことから始まります。 X ではみんな何だろうとざわざわしてましたが、このポストだけでロックはレディのたしなみでして絡みじゃないかみたいに指摘する方がいたのは驚きでしたね。それで3月6日にバンドメイド公式サイトに前週に引き続きアニメロックはレディのたしなみでしてのオープニングテーマとしてレディトゥロックをバンドメイドが担当するとの情報が上がります。2作連続でオープニングテーマってすごいなと思いましたが、同時に掲載されていた先行上映会についてはまさか大阪から東京まで上映会を見に行くとは全く考えていなかったのでスルーしていたのですが、上映後のトークショーに小鳩さん、ミンチョ、あーちゃんが出るという情報を目にしてしまって、気づいた時にはチケット購入のボタンを押してしまっていました。3月はお給仕としては地元大阪でのビルボードライブのアコースティックお給仕だけなので、月に1回くらい東京に行くのも全然ありかと勝手に自分を納得させて当日を待ちます。当日の新宿の天気は雨でしたので、ひょっとしてさえちゃんも来るのではとか思ってしまったのですが、それはさすがにもう遅すぎみたいでした。それでいよいよ当日となって昼前に自宅を出発し、新大阪駅で駅弁を買って久しぶりに新幹線の中で駅弁を食べながら移動しました。それで品川駅経由で新宿に向かいます。新宿駅には15時頃に着いて Google マップを頼りに新宿ピカデリーを目指します。雨の中なんとか劇場を見つけて中に入ると、知り合いのお名手様たちがスクリーンの入り口付近に10名ほどいらっしゃいました。若い人たちの中におっさん軍団がいますので少し場違いな感じはしましたが、私も含めみんな気は若いので違和感はありませんでしたね。それでいよいよ入場時間となり指定の席に着きます。私の席は H 列25番でしたが、 H 列 I 列は多分3月6日くらいにチケットを購入した方たちに割り当てられた列らしく、お名手様たちが並ぶ感じになってました。なので私の隣も後ろも知り合いのお名手様という状況でした。ただかなり前方の列にバンドメイドのモッズコートを着られている方がいましたので、その方はバンドメイドとは関係なくたまたま先行上映会のチケットを申し込まれていたお名手様だと推測しました。ひょっとすると事前にバンドメイドが演奏しているのではと見破っていた方なのかなと思いましたね。それでいよいよ上映会が始まるのですが、映画泥棒とかの冒頭の CM はなくて、いきなり第1話の冒頭からスタートしました。続けて第2話第3話の A パートまで上映されましたが、純粋に見入ってしまいましたね。面白かったですし、とにかく演奏している時のキャラクターの動きがすごくて、ギターを弾く描画もドラムを叩く描画もすごいし、なんかミンチョとあーちゃんみたいだなと思って見ていましたが、その謎は後で解けることになります。それで上映が終わり、会場が明るくなってトークショーが始まります。まずは司会の TBS アナウンサーの篠原里奈さんが出てこられて、軽くアニメの説明をした後にゲストが呼ばれます。主役のリリサ役の関根明さんと音羽役の島袋美由里さん、それで小鳩さん、ミンチョ、あーちゃんが呼ばれてスクリーン前に出てきます。嬉しいことに新衣装です。小鳩さんのスカートの膨らみがすごいのと、後ろのリボンがめちゃくちゃ長いのが印象的でした。3人だけではありますが、最速で生で新衣装を拝めたということがなんかすごく得した気分になって、500キロ要してきた労力が報われた感覚になりました。それでトークが始まりましたが、声優さんたちの慣れたトークに続いて番目さんたちの番となりますが、緊張が伝わってきます。確かになかなか経験のない感じだと思いますし、客席は一般の人たちが圧倒的に多い状態でしたしね。小鳩さんはバンドメイドとしてこういう場は初めての機会なので緊張していますが、嬉しく思いますポー的な感じで話してましたが、ポーを連発してましたので、初見の方はハテナとなっているのではと少し心配してしまいました。ミンチョはギター持ってないと緊張するんですのお名手様ならうんうんとなる話で、あーちゃんはドラムの茜ですとは普通にボケずに言って、アニメオタクなのでこういった場は夢のようで嬉しく思ってますみたいな感じでした。
なんか子供の発表会を見る親のような感覚になってしまいました。その後もトークは続きましたが、詳細は概要欄のリンクに貼っている YouTube 動画で見てくださいね。それで一旦トークが終わったところで、司会の篠原さんが、実はバンドメイドのかなみさんとあかねさんも作品に出演されてるんですとか言ってきまして、私も会場もって感じになりました。それでここで驚きのモーションキャプチャーの話になりました。スクリーンにバメさんたちがモーションキャプチャーで撮られている映像が映されます。これは斬新な試みだと思いましたし、それであのキャラクターの動きがミンチョだったりあーちゃんみたいに見えた謎が解けました。さらにアニメの中で演奏されている楽曲もバメさんたちが演奏しているということで、ますますアニメが楽しみになりました。この時には気づかなかったのですが、後で改めて見てみると、ミサさんは当然ですが、なんとキーボードのモーションキャプチャーがサエちゃんだということも確認できましてびっくりです。あのモーションキャプチャーの全身タイツみたいな状態でヘルメットもかぶっているのにみんな可愛いって変に感心してしまいましたね。誰かが X でこれが新衣装かってつぶやいてましたが、なかなかセンスいいポストだと思いました。こちらも概要欄にリンクを貼っていますので、そちらを見てくださいね。まあこの動画を見てるということはすでに見ておられるとは思いますが、映像が流された後のトークでは声優さんたちはモーションキャプチャーで撮っているのは知っていたらしいのですが、それが誰なのかは誰も教えてくれなかったらしく、この時までバンドメイドだと知らなかったらしいというような話をされてました。あとこのアニメのプロデューサーの田子さんという方が出てこられて、司会の篠原さんからのなぜバンドメイドさんにお願いしたのかの問いに田子さんが答えるのですが、この作品は音楽にこだわっているのでモーションキャプチャーは取り入れようとしていたということで、本物のバンドマンで世界を熱狂させている人にやってもらいたいと思ったらしいです。それで会議をしている時に周りから、じゃあバンドメイドじゃないかみたいな声が上がったそうです。それで事前に確認するためにお給仕にも来られてたということを言われてました。お給仕を見た感想は、あまりにもリリサと音羽だったみたいなことを言っておられましたね。それでこの作品に説得力を持たせたいために熱い気持ちでオファーしたということでした。小鳩さんは光栄でありがたいことですっぽーみたいに言ってましたね。本当にそう思います。あとミンチョが楽曲をコピーするのも難しかったし、モーションキャプチャーも大変だったみたいなことを言ってまして、あーちゃんもスティックとか足にもセンサーがついているので大変だったとか、シンバルにもセンサーがついているので叩いたらダメかと思っていたら叩いていいよって言われたので思いっきり叩いたみたいなことを言ってましたね。あと司会の篠原さんが PV のアニメの動きを見て動きが2人っぽいとコメントしている方もいたということを言ってまして、バンドメイドファンの眼力に感心されてました。会場は当然一般の人がほとんどなので、バンメさんたちのトークへの反応が薄いのですが、なんとか H 列 I 列に座っているお名手様たちが盛り上げてましたね。トークが終わってマスコミ用の撮影タイムになって、最後は大きな拍手と歓声の中、声優さんとバンメさんたちが退場です。先行上映会を見に来るって初めての経験だったのですが、なかなかいいもんでした。上映会とトークショーを十分に堪能できましたので、急いで新宿駅から品川駅に行って駅弁を買って、この日新幹線での2回目の食事としての夕食を取りながら帰還しました。私的には大阪から東京の上映会に日帰りで見に行くなんて、これまでの人生の中では全く想像できないことでしたが、まさか晩年になってこんなに夢中になれるものができるとは思いませんでしたし、それってなかなか幸せなことなんじゃないかなと感じています。アニメロックはレディのたしなみでしては4月3日から TBS 系で放映ということで、楽しみにして待ちたいと思います。はい、ということで今回の動画はこれだけの動画となります。それではまた次回。